おはようございます。ミントです。みなです。7月25日土曜日、海外テックニュースです。今朝は8本お伝えします。トップはアンソロピックが新しい AI モデルオーパス5を発表し、上位モデルに迫る性能を半額で実現したと説明しているという話です。今日のラインナップです。新しい AI モデルの値段の話から、業界の路線対立、投資リスク、医療とロボットと宇宙、そしてセキュリティと電気料金まで幅広くお届けします。それでは1本目からです。アンソロピックは7月24日、公式サイトで新しい AI モデルオーパス5を発表し、クロード API クロードコードで即日使えるようにしました。価格は入力100万トークンあたり5ドル、出力100万トークンあたり25ドルで、これは1つ前のオーパス 4.8 と同じ水準です。アンソロピックは上位モデルフェーブル5のフロンティア級の知能に半額で迫るモデルだと説明しています。自社の測定によりますと、パソコン操作タスクの OS は ALD2.0 ではフェーブル5の最高スコアをおよそ3分の1のコストで上回り、パズル形式のベンチマーク ARC、AGI3 では時点のモデルの3倍のスコア、プログラミング用のカーソルベンチではフェーブル5のピークスコアの 0.5% 以内という僅差を半額のコストで達成したとしています。総合ベンチマークのフロンティアベンチではオーパス 4.8 の2倍を超える成績だったとも公表しています。合わせて直近のモデル群の中で最も誤用に引っかかりにくいモデルだとも説明していて、一般利用の範囲であればデータ保持の要件もないとしています。同じ値段でここまで賢くなってるなら、今のモデルを使ってる人はみんな乗り換えたくなりませんか？価格を据え置いたまま性能を底上げする狙いは明確です。ただしハッカーニュースでは自社測定の見せ方を検証すべきだという声が上がっています。今回の OS は ALD2.0 や ARC、AGI3、カーソルベンチ、フロンティア、ベンチの数字はいずれもアンソロピックによる測定で、独立した第三者による検証はまだ行われていません。続いては、そのアンソロピックも名を連ねていないオープンウェイト規制をめぐる公開書簡の話です。NVIDIA、マイクロソフト、メタ、投資会社 A16Z、IBM、デル、パランティール、フランスのミストラル AI、ハギングフェイス、Y コンビネーターなど25を超える企業、団体が7月24日と題した共同書簡を公表したと CNBC が報じました。 NVIDIA のジェンセン・フアン CEO は自身にとって生涯初めてとなる X への投稿でこの書簡を拡散し、オープンなモデルは安全性とサイバーセキュリティを強化し、技術の普及を加速し、各国の主権を支えると主張しています。書簡では、性能最高の単一モデルを1社が抱え込む体制は検査できない単一障害点になりかねないとし、モデルを公開すればコミュニティが脆弱性を見つけられる利点があると訴え、モデルの中身を抜き出す上流への対応は的を絞った枠組みで対処すべきだとしています。AI モデルを作ってる会社の側から、モデルを公開できる状態を規制で狭めないでほしいと政権に求めてるってことですか？はい、この書簡にオープン AI とアンソロピックは名を連ねていません。ただオープン AI のサム・アルトマン CEO は書簡について X で嬉しく思うと反応し、オープンウェイトと自社の独自モデルの両方で米国に勝ってほしいという立場を示しました。一方でアンソロピックはこれまでモデルを公開してしまうと、後から不正利用が見つかってもアクセスを取り消したり、安全対策を更新したりできなくなると、公開モデルのリスクを繰り返し主張してきていて、この書簡そのものへのアンソロピックからの直接の反応は記事の時点で確認できていません。オープン推進派と閉じた運用を重視する側とで立場が分かれていて、どちらの言い分が妥当なのかはこの記事の時点でまだ決着していません。続いてはその AI 投資そのものが抱えるリスクをめぐる話です。 CNBC が伝えたムーディーズの分析報告書によりますと、マイクロソフト、アマゾン、アルファベット、メタ、オラクル、コアウィーブの主要6社について AI への大規模な投資が信用格付けの重荷になりつつあると指摘しています。報告書では6社の直接負債が合計でおよそ4600億ドル、リース契約による残高がおよそ 1.2 兆ドルに上り、このうちまだ着工していない分だけでもおよそ8200億ドルを超えるとしています。この6社の設備投資額は2026年はおよそ7850億ドル、2027年にはおよそ1兆ドルに達する見通しだとしています。こんなに借金が増えてるなら、この6社は危ないってことなんですか？いえ、ムーディーズ自身はマイクロソフト、アマゾン、アルファベット、メタの4社は世界でも最強クラスのバランスシートを持っていて、格付けがすぐに下がる可能性は低いとしています。実際に圧力が強まっているのはオラクルとコアウィーブの2社に集中しているということです。
これから本格化する決算発表で各社がこの投資ペースについてどう説明するかが次の焦点になりそうです。 AI を支える資金の話の次は利用者の信頼に直結する医療データの話です。オープン AI は7月23日アメリカの18歳以上のフリー5プラスプロユーザー向けに Web 版と iOS 版でヘルスインチャット GPT の提供を始めたと発表しました。 Apple Health や対応するアメリカの医療機関の記録ワンメディカルなどと連携し検査結果の推移を時系列で確認したり服薬を管理したりできる機能です。オープン AI は接続した医療データやそれに関する会話は AI の学習にも広告のターゲティングにも使わないと説明しています。AI に自分の医療記録を見せるってちょっと怖い気もするんですけど、大丈夫なものなんですか？オープン AI 自身も医療従事者の代わりにはならないし間違えることもあると明言していて、あくまで補助的な位置づけです。ただガジェットレビューなどの報道によりますと、この発表とほぼ同じ時期にチャット GPT の医療関連の助言をめぐる訴訟が起こされたとも伝えられています。訴訟の具体的な中身やオープン AI 側の回答についてはこの記事の時点でまだ確認できていません。続いては AI が動画から学んで実際のロボットを動かす話です。画像生成 AI で知られるブラックフォレストラブズは7月23日動画、音声、画像を統合した新モデルブラックス3を発表しました。合わせてロボット企業ミミックロボティクスと共同で動画の予測をロボットの動きに変換するブラックスミミックも公開しています。公式ブログによりますと、軽量なデコーダーを使うことで認識してから動くまでの反応時間はブラックフォレストラブズ側の自社測定でおよそ101ミリ秒だとしていて、アウディの実際の生産ラインでドアの防水シールを取り付ける工程のテストに使われていると両社は説明しています。もうロボットが車の工場で実際に働き始めてるってことですか？正確にはあくまで実地でのテスト段階です。アウディ側からこの技術についての独立した確認声明は今のところ見当たらず、公表されている情報はブラックフォレストラブズとミミックロボティクスの発表にとどまっています。今後どこまで工程を任せられるようになるのかはこの記事の時点ではまだ分かっていません。続いてはまさに今この時間帯に打ち上げ窓が開いている大型ロケットの話です。スペース X は大型ロケットスターシップの13回目の試験飛行を日本時間の今日朝7時45分から9時15分の間に予定していて、ちょうどこの番組をお届けしている時間帯に打ち上げ窓が開いています。今回は改良型のバージョン3度2回目の飛行で、目標は新型のスターリンク V3 衛星20機を初めて搭載し宇宙空間で放出することです。今日で何回目の挑戦になるんですか？13回目の飛行試験は今回が3度目の打ち上げ試行です。スペース X の発表やスペースコムの報道によりますと、7月16日には33機あるラプターエンジンのうち4機が着火しなかったことで打ち上げ直前に自動中断し、7月23日には熱帯低気圧バーサの接近で延期されていました。さらに一つ前12回目の飛行ではブースターがメキシコ湾で制御不能な形で着水し、アメリカ連邦航空局から一時飛行停止の措置を受けていて、今回はその措置が解除されてから初めての飛行になります。結果がどうなるかは収録時点ではまだ分かっていません。続いてはオーストラリアの大手エネルギー会社で起きたセキュリティの話です。オーストラリア最大手のエネルギー小売会社オリジンエネルギーは7月22日に不審なアクセスを調査し始め、7月23日に不正アクセスを確認したと発表しました。セキュリティウィークなどの報道によりますと、同社にはおよそ480万人の顧客がいて、流出した可能性があるのは氏名、住所、生年月日、電話番号に加えクレジットカード番号の下4桁や口座番号の下3桁だとしています。オリジンエネルギーはこれらの情報だけでは単独での不正利用はできないと説明しています。480万人全員の情報が漏れちゃったってことなんですか？ここまでは確認されていません。ジョン・ドーを名乗る攻撃者は7ニュースへの連絡でおよそ200万人分のデータを盗んだと主張していて、期限内に示談に応じなければ全データを公開すると脅しています。実際にオリジンエネルギー側がこの要求に応じたかどうかはこの記事の時点で確認されておらず、あくまで攻撃者側の一方的な主張です。最後は AI のための電気代を結局誰が払うのかという話です。ホワイトハウスはデータセンター事業者が自分たちの使う分の発電や送電の費用を自分で負担し、家庭や企業向けの電気料金には転嫁しないとする自主的な制約を拡大したと発表しました。7月時点で23人の州知事と
電力会社55社、データセンター開発事業者27社を含む187社を超える企業が参加していて、ホワイトハウスはこれでアメリカの家庭と企業に供給される電力のおよそ 80% をカバーする規模になったとしています。 AI の電気変わって結局誰が払うことになるんですか？この制約はあくまで自主的で法的な拘束力はなく、実際に家庭の電気料金が下がったかどうかを示すデータはまだありません。デイリーエネルギーインサイダーなどの報道によりますと、並行して下院エネルギー商業委員会では単一拠点でピーク需要100メガワット以上の大口需要下に送電網増強費用の全額負担を求める基準を各州の規制当局に検討させる法案番号 HR9340 が7月21日に52対0の全会一致で委員会を通過しています。ただし本会議や上院での採決はまだで、成立した法律ではありません。この法案についてホワイトハウスや製薬に参加した企業側からの反応は記事の時点で確認できていません。今日お伝えするニュースは以上の8本です。今日は新しい AI モデルの登場から、それを支える電気やデータセンターへの投資、医療データの扱いまで幅広いニュースをお伝えしました。競争の焦点はモデルの性能だけでなく、資金や安全性、個人データ、電力の負担をどう設計するかにも広がっているようです。まだ結論が出ていない話も多いので、続報を追っていきたいと思います。気になるニュースがあれば高評価やチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。以上、海外テックニュースをお伝えしました。みなとミントでした。